こんにちは、トバログです。今回はですね、マイピックスっていうところで、レビューをするほどでもないんだけども、自分が好きだなと思うところを好きなポイントを含めね、いろいろ紹介していくこの企画。今回はじゃんと、バン&オルフセンの美容サウンド A1 について紹介していこうと思います。いい旅にいい音楽は欠かせないっていうところで、Bluetooth スピーカーはですね、僕は結構旅行の時に持っていくことが多くて、国内旅行はもちろんなんですけども、旅先でテレビを見るとか動画を見るとかっていうよりかは、旅先にいる感じをね、気分を上げるためにBGM を選んでホテルの中とか、海辺とかでね、軽く音楽をかけるだけどもいい音で聴きたいっていうところで Bluetooth スピーカーコンパクトなものは選ぶんですけども、その中でも 3,4 年前から使っているのがこのビオサウンド A1 ですね。ビオサウンド A1 に関しては見た目のデザインもそうなんですけど、音もすごく心地よいので、しばらく使ってみた感想とかを含め紹介していこうと思います。ちなみに今回紹介するビオサウンド A1 については、このトワログのひたすら自分の持ち物について綴っている本があるんですけども、旅を共にしたい道具っていう項目で、いい旅にいい音楽は欠かせないというところでね、こんな風に紹介もしているので、ぜひ気になった人は概要欄からこの本も見てもらえると嬉しいです。それでは早速行ってみましょう。というわけでこちらがビオサウンド A1 です。このデザインというか、この造形の丸っこい雰囲気とかスタイルがめちゃくちゃ好きですね。バン&オルフセンアルミニウムの加工がものすごく得意というところで、このビオサウンド A1 もこういう感じで、この表面の部分が全てアルミニウムのパンチング加工がすごく細かい筐体が採用されてるんですよね。でこれすごいのが、表面だけじゃなくてこの横側、このフレーム全体、この丸みの部分全てが一体型のアルミパーツになっていて、こういうところが気持ちいいなっていう感じがしますね。本質的というか、本当に表面にねデカデカとロゴが書いてあるとかでもなく、後ろ側に控えめにね、一応バン&オルフセンのビオサウンドのロゴが入っているっていう、こういうスタイルがすごくいい。この紐がついているっていうのもすごく好きでですね、これは本革製の紐になっていて、購入した時はもっとねヌメ革っぽい薄オレンジみたいな色だったんですが、今は経年変化でこういう色になってますね。本当に海に持ち出したり旅行に持ち出したり日差しを浴びせたり、結構過酷な環境でも使っているので、いい味が出て、すごく旅のお供として、こういう経年変化していくのは楽しいなと思います。ちなみに個人的にやっぱりバン&オルフセンのオーディオ系のデザインは好きで、もともとこのビオサウンドを買う前はビオプレイ P2 っていう、もう少しね、もう一回り小さめの Bluetooth スピーカーを使ってたんですね。これもすごく良くて、見た目的にもね、本当に、系統は同じです。これが結構使い勝手が良くて、もうちょっと自宅でも使いたいみたいな、旅先だけじゃなくて、寝室とかちょっとね部屋を移した時にも、気軽に持ち運んで、かつよりいい音で音楽を楽しみたいというところで、こちらをね購入した形ですね。前に動画にした時にもちょっとお見せしたんですが、バン&オルフセンのヒストリーブックみたいなデザインヒストリーとかをね載せたこういうブックがあるんですが、そこにここに載っているセシリエ・マンツさんっていうデンマークの巨匠的な感じの、結構ね柔らかな有機的なデザインとミニマルな雰囲気をね併せ持つデザインをされるのがすごい得意な方が、デザインをしているスピーカーなんだそうです。実はちょっと前にもね日本で個展をされていて、そこにもね遊びに行って、どういう風にこういうガジェッ
トとかなんか柔らかい空気感を包み込んでいるんだろうみたいな、そういうデザインしてるんだろうっていうのはちょっと気になって見に行ったりもしたんですが、彼女のご両親が陶芸家らしくて日本にもねよく来ていたらしいんですね。有田焼で有名な佐賀県のところとかに行っていたみたいで、意外とそういうところで共通点があるんだっていうのはね感じつつなんですが、普段は家具とかあと食器とかそういうのをねデザインされている人なんですけども、このバンガンドルッセン A1 と A2 っていうもうちょっと大きめのやつと、あとP2 はね彼女がデザインしているみたいですね。なんかこれ自体のデザインの源としては何かで読んだんですが、小石河原に落ちている石とかを拾ってきて、そういう柔らかさをちょっとこのスピーカーに落とし込んだみたいな話をどこかでしていましたね。で、開発時のこれのプロトタイプというかコードネームが弁当ボックスっていう名前だったらしいです。確かに弁当ボックスって言われたら開けたらおにぎり入っててもおかしくないよなみたいな感じなんですけども、ちょっと幼少期を日本で過ごした経験からそういうコードネームになったりもするのかなと思うとちょっと嬉しくなりますね。っていう感じでいろいろと長々と語ってしまったんですが、そもそものスピーカーとしてはどういう感じなのみたいな話で言うと、やっぱいいところとしてデザインはもちろんなんですが、音質もとにかくいいなと思います。ちょっと後で聞いてみたいんですが、こういうところに置いただけでもこの部屋全体にね BGM が包み込むかのような音で流してくれるので、なんかこの音の圧みたいな空気を振動させるパワーが段違いだったりして、やっぱその辺はすごいいいなと思います。いやすごい今音量としては半分ぐらいなんですが、いやすごいいいわ。ちょっと聞こえてんのかな、これどんな感じ、こんな感じ。最近はやっぱ iPhone とかでも結構音がいいので、わざわざ Bluetooth スピーカーなんかいらないんじゃないのっていうね人もいると思うんですが、やっぱ全然違いますね。このサイズ感ですからね、スピーカーだけでちょっと大体同じぐらいの音量でどのぐらい違うか聞き比べてみようと思います。まずは MacBook の音、はい、めちゃくちゃいい音ですね。はい、続いてはビオサウンド A1。フラットですね、だいぶ。はい、ちょっとね違いが出てるかわかんないんですけども、 MacBook は中音から高音にかけてがすごくね伸びが良くて綺麗にはっきりと聞こえる印象がありますね。一方で目の前だとすごい立体感は感じるんですが、やっぱりちょっと遠くに離れると音に対して厚みがね物足りない感じになるんですよ。それでもすごくいい音だとは思うんですけども、対してやっぱり Bluetooth スピーカービオサウンドに関しては全方位的に同じ音量で音を届ける感じがあるので、中音域から低音域ぐらいにかけての音の厚みみたいなのが凄まじいですね。このビオサウンド A1 に関してはだいたい3メートル離れたぐらいで一番いい音に聞こえるようにチューニングされているらしくて、例えばね部屋の端っここういうところに置いてあっちに行って使ったり、あとはこの紐なんでこれついてんだって思われると思うんですが、これいろんなフックとか木陰とかそういうところに引っ掛けて使うためのものなんですね。こういう風にね部屋のハンガーをかけるところとかホテルとか結構あると思うんですが、そういうところに吊るしておくと、あれ部屋で鳴ってるけどどこにスピーカーあんだろうっていうのがねわからないぐらいしっかりと全体的にサーキュレーターのようにねしっかり届けてくれる感覚がありますね。
本当にスピーカーってやっぱね用途によって使い方とか、使うべきものって変わってくると思うんですけど、ビオサウンド A1 はすごいいいバランスだと思ってて、音もね遠くに運ぶんですけど、コンパクトで比較的持ち運びは割としやすい。常に持ち歩くのはね難しいんですが、そういう風に旅行とか特別な時だったら持っていきたくなるような、そんな感じのスピーカーですね。個人的に好きなポイントとしては、その音の綺麗さ、そして部屋全体に届き渡る音圧みたいなところがすごくいいと思っていて、かつデザイン性、見た目のミニマルさとか、この素材感の気持ちよさ、物としての所有欲みたいなのもすごくいいです。で、気になるところもやっぱり物なのでもちろんあります。一つは音はいいけど、持ち歩くにはちょっと重いかなっていうのが、正直なところ。重さがどのぐらいかっていうと、だいたいよいしょ、はい、559g で、iPad1 台分よりちょっと重いかなぐらいの重さなんですね。結構サイズ感は割とね小さめでコンパクトなので、その分ずっしり感というか重みは結構感じるところなんじゃないかなと思います。スーツケースとかに入れちゃえばそこまで気になる重さではないんですけど、旅行って結構重さシビアで、服を入れたりお土産分のね重さをちゃんと考えたり、他のガジェットを持っていったりって考えると、ちょっと長期3泊4泊以上だったらいいんですが、1泊2日とか2泊3日ぐらいのスーツケースにはちょっと大きくて重たいかなっていう、それがね正直な話ですね。あとやっぱ気になるところ、価格ですかね。ビオサウンド A1 はこれ今のモデルがなんと55,000円ぐらいします。これめちゃくちゃ高くなっていて、僕がこのビオプレイ、これねサードじゃなくてセカンドなんですが、これを買った時は2万円台中盤ぐらいだったんですよね。それから、コロナ禍を経て物価が高騰していき、かつ円安で円自体もすごく弱くなってしまっているっていうところもあって、僕が購入した時の倍以上の価格になってしまってるんじゃないかなっていうのが正直あります。ライカとかバンガンドオルセンとか割とブランドを意識した家電ってその円安とか物価価格以上に値上げされている印象がありましてですね、ちょっと高級品になってしまったのは人におすすめしづらいなってポイントですね。逆に言うと欠点ってそれぐらいですかね。バンガンドオルセン特有のこのタッチでご操作っていうのも特にないし、あとはしっかり防滴性能とかも備わっているので、ちょっとリゾートのプールサイド、ビーチサイドでも割と使いやすいんじゃないかなっていうところ。ビオサウンドそんな感じですかね。ちなみにこのアイテムについてはこのトバログの愛用品をまとめて紹介している、ひたすら自分の持ち物についてねこんな感じで書いている本があるんですけども、ここでもねこんな風にビオサウンド A1 について、いい旅にいい音楽は欠かせないっていうねエッセイみたいなのを書いていたりします。こういう風に本当に自分の持ち物について自分の文章と写真でひたすらね紹介している自費出版本がありますので、ぜひ概要欄の方からチェックしてもらえると嬉しいです。はい、というわけで今回はこの動画終わりにしようと思います。トバログではこの動画の他にもルームツアーだったりカバンの中身だったりガジェットのレビューとかをよくしているので、他の動画もぜひチェックしていってください。それと気に入っていただけたらチャンネル登録お願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。